本日のテーマです。ユダヤ人大虐殺、ヒトラーと戦ったドイツ人の勇気です。皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。ユダヤ人迫害を進めてきたナチス宣伝書ゲッペルスは1943年6月19日、ドイツ帝国の首都ベルリンにユダヤ人はいないと宣言しました。しかし地下に潜ったユダヤ人7000人とナチスに抵抗して彼らを抑えた何十倍のドイツ人がいたことに彼は気づいていません。ドイツ国民の圧倒的多数がナチス・ヒットラーを支持、ユダヤ人迫害に加担、かくまうものを密告していました。ヨーロッパ全土にユダヤ人迫害の嵐が吹き荒れる中、ヒトラーのお膝元ベルリンで逃げ場のないユダヤ人を命がけで助けたドイツ人たちの存在、そのほとんどが無名の人たちでした。彼らドイツの良心と呼ばれ、ドイツ再建の精神的柱となりました。3つに分けてお話しいたします。1、まず時代背景です。ヒトラーが熱狂的にドイツ国民に支持された理由をお話しいたします。1つ目、失業率の急激な回復です。ルーズベルトとヒトラーの景気対策の比較です。ナチス政権誕生が1933年1月、失業率は急激に回復します。第一次大戦に敗れ、ウィーン会議では戦勝国から一方的にドイツに責任を負わされました。天文学的賠償請求、当時の国民総生産の20年分にあたり、返済に何年かかるかわかりません。領土の分割など生きていくことさえ困難でした。破綻した経済と日々の困窮した生活で、ドイツ人は深い恨みを抱いていました。そこに追い打ちをかけたのが世界恐慌です。ハイパーインフレーションです。1ヶ月で1万倍です。1年間でお金の価値が16億分の1です。失業率は 40%、失業者数は600万人以上。若者は将来への希望を持てません。そんな中で登場したのがヒトラーです。1933年1月30日に首相となった彼は、不平等なベルサイユ条約を破棄、偉大なる国家の再建を訴えます。公共事業でドイツ全土にアウトバーン、高速道路を張り巡らせ、また自動車産業と関連事業を発展させ、経済の再建に尽くしました。わずか3年で失業率は4分の1、所得は 1.5 倍となります。ナチス政権誕生が1933年、失業率の推移です。国民は豊かさの証として自家用車フォルクスワーゲンを一家に一台持つ幸せを噛み締めていきました。ヒットラーはまさにドイツ人にとり救世主となり、彼に全権を委ねていくのです。実はこれが彼の目的でした。二つ目、ユダヤ人の迫害を最大限に利用しました。ヒトラーには内戸の小槌、金のなる木がありました。当時疎まれていたユダヤ人を利用します。ユダヤ系企業の接収、またユダヤ人から財産、土地、家財、そして職場まで取り上げ追放した後にドイツ人が職を得たのです。美術品は3万点以上所有者に返還されていません。その莫大な富はドイツ経済の発展やドイツ国民の福祉に回され、若い夫婦には子育て支援がなされます。やがてヨーロッパ全土から迫害されたユダヤ人の資産や収奪した食料物資がドイツ本土に送られます。軍事や経済にまた略奪物がドイツ人に格安で提供され、あたかもバーゲンのようです。普段手にできない高価なもの、住まいまでも手に入ります。ドイツ人の若者は戦場に向かい、労働力の不足はユダヤ人や共産主義者で補います。すべてただ、しかも使い捨て、働けなくなれば処分しました。軍需品や生活物資、それに食料も戦時中でも補給されました。彼の犠牲で成り立つ略奪経済で、経済成長とは非なるものです。ドイツ国民は目先の豊かさを享受していました。3番目、ほとんどのドイツ人が自己中心となっていました。ゲッペルスの宣伝によりユダヤ人を排除することにドイツ国民は良心の営みをほとんど感じなくなっていきました。1936年ベルリンオリンピックは国威発揚の最高の機会として宣伝され、ヒトラー人気は最高潮に達しました。ここからはヒトラーに抵抗した人々、反ナチ市民の勇気とは何か、対馬達夫著中央新書より引用させていただきます。大半の国民にはヒットラーへの感謝の気持ちだけがあった。隣人として生きてきたユダヤ系住民が全てを失って奴隷労働を強いられていることや、占領地域の人々が略奪と搾取に苦しんでいることは無視された。彼らにあるのは徹底的に利己的な国民同胞の生活だけである。他者を思う心の痛みはない。こうした事情があったから、ほぼ終戦までナチ体制に対する国民大衆の忠誠心は維持され、相当ヒットラーは信頼され続けた。それはナチ層の行き着いたユダヤ人の抹殺、つまりフォローコーストをも見て見ぬふりをする態度についている。以上です。2、次にナチスとヒトラーに立てつき、ユ
ユダヤ人を助けた反ナチ市民と呼ばれる人々の勇気です。ヒトラー政権が成立した当時、ドイツ国内には約50万人のユダヤ人が暮らしていました。そのうち約30万人は可能なうちに国外に移住しますが、ナチスは高額な身代金を取りました。アインシュタインをはじめ多くの資産家や頭脳が米国に移住しました。アメリカ発展の陰にこの人たちがいます。1941年10月にユダヤ人の海外移住が禁止された時点で、まだ約17万人はドイツ国内に留まっていました。ベルリンでは約7000人が地下に潜りました。存在自体が非合法です。名もなく住所もなし、従って身分証もなく、仕事に就けず、配給もなく、防空壕に入ることもできません。こうした潜伏ユダヤ人を助けたのが、ほとんど名もない一般市民でした。一つ目、いかに生きるべきかという基本的な問いに真摯に向かい合った人たちでした。反ナチ市民として国家の反逆者呼ばわりされつつ、信念を持って生きた姿に敬意を表します。時代の流れに身を任せれば、恩恵を享受できたのです。人間として真っ当に生きることがとても困難な時代であったからこそ、人間の尊厳と自由、正義と真理のため身を下げた人々として、この人たちは輝いています。彼らにとり、ユダヤ人を助けることがナチスに対する抵抗の一つでした。迫害の傍観者になるか、それとも救済者になるかは、その人の人生観によって分かれました。命の危険を冒したまでユダヤ人を助けた彼らは、当然のことをしたまでと戦後名乗り出ることもなかったのです。救われたユダヤ人が探し出し、公表して初めて彼らの存在が明らかになりました。二つ目、反ナチ市民として逮捕、処刑された人が家族に宛てた遺書をご紹介します。抵抗はどこまで可能だったのか、武井彩香著より引用させていただきます。望んだことではなかったが、私は脱走兵集合所を引き受けなければならなかった。そこでは140人のユダヤ人が働いていた。彼らは私にここから連れて逃げてほしいと要請した。そこで私は説得に負けた。実際、涙もろい私にとって、それがどのような意味を持つかを君たちは知っているだろう。私は他のことは考えることができなかった。そして援助した。愛するヒュテフとゲルだ。これは我々にとって過酷すぎる。しかしどうか私を許してほしい。私は人間として行動したまでで、誰にも苦痛を与えたくなかった。愛する君たちがこの手紙を手にしたときは、私はもはやこの地上にはいないであろう。我々は間違いなく、より良い世界で、愛する神の身元で再会できるであろう。以上です。人として行動したまでです。とは重い言葉です。三つ目です。戦後復興の精神的支えとなったドイツの良心についてです。敗戦国ドイツを裁いたニュールンベルク裁判では、被告席に立ったナチスの幹部は、口を揃えて言いました。命令に従ったまでです。私に責任はありません。国民も同様でした。ヒトラーとナチスに騙されたのです。私たちは被害者です。では第二次大戦とユダヤ人大虐殺の責任はヒットラー個人にあるのでしょうか。しかも彼は愛人と自殺しました。実は反ナチ市民が危惧した点はここにありました。自分たちのした過ちと真摯に向かい合ってほしい。そこから新しいドイツが生まれると信じていました。経済の復興以上に困難な精神の復興は反ナチ市民のドイツの良心と呼ばれる名もなき人たちから静かに始まりました。しかし多くのドイツ人にとり、彼らの存在は過去に目を向けさせる疎ましい存在として長い間抑え込まれていたのです。三つ目、敗戦国ドイツと日本のあまりにも多い共通点です。その一つ目、経済発展に偏重したことです。欧州のドイツ、アジアの日本は共に戦前はナンバーワンの大国でした。国土が焦土と化し、敗戦を迎えたことも、そこから奇跡の復活を成し遂げ、戦前と同じナンバーワンに返り咲きました。戦後復興のため、黙々と働き続けた点も、両国はあまりにも似ています。もう一つの大切な共通点があります。先の大戦を十分見つめ直すことなく、戦後復興、特に経済復興に邁進した点です。日本では1956年、もはや戦後ではないという言葉が流行語になりました。わずか10年余りのことです。日本は1964年、東京オリンピックを開きました。戦後わずか19年のことです。その6年後、万博を開き、世界が日本の復興と繁栄を目の当たりしました。人類の進歩と調和をテーマに掲げ、77カ国を迎え、終戦25周年を記念しました。その2年前、1968年、ドイツを抜いて、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国となった日本の象徴的な開催でした。ドイツと競い合っていたのです。しかしそれは経済という一面でしか過ぎませんでした。一方、ドイツでは1979年、映画ホロコーストの上映後、西ドイツは混乱しました。嫌顔でも
過去と向かい合わされたからです。実に戦後34年も経ってからのことです。過去と真摯に向かい合うことはあまりに辛く、日一日と先延ばししてきたのに過去に引き戻されたのです。二つ目、個人のみの平和と繁栄を求めてきました。アメリカの神学者、思想家のフランシス・シェーファーがいかに生きるべきかというテーマの中で、人はなぜ独裁者に政権を委ねるかについて語りました。私にとりあまりにも衝撃的なことでした。個人のみの平和と繁栄を求めるためと答えています。戦中のドイツ、戦後の日本に似ていると私は思います。自分と家族の平和と繁栄が保障されるなら、誰が政権を取ろうが構わない。あまりに利己的な社会が、独裁者の登場だけでなく、全権を掌握することさえ許してしまうと説きました。なんと恐ろしいことでしょうか。さらにシェーファーは、これは全人類の共通点でもあり、近い将来、世界的規模で起こりうると警告しました。今から43年も前のことです。三つ目、歴史を学ぶことは過去と向かい合うことです。1970年、西ドイツブラント首相はワルシャワ放棄記念碑前でひざまずきました。ドイツの良心と呼ばれるナチに抵抗した人たちは過去に目を向けさせる疎ましい存在でした。ナチス党員が戦後も要職に就いたので、長い間彼らを抑え込むことができました。実はあのことが日本で70年余り今も続いているのです。GHQ は公職追放令で命を懸けて日本を守った人たちを公職から追放しました。その後釜に敗戦利得者と呼ばれる人たちが戦後日本のあらゆる分野で中枢に入り込みました。追放された人たち、また戦争で命を落とした先人こそ日本の良心でした。彼らはその存在を貶め、歪曲した歴史観を GHQ と協力し、戦後日本に根付かせたのです。日本は侵略戦争をしたひどい国だと。私たち日本人が本当の意味で戦後の復興が進まない原因ではないかと思うのです。皆様はいかがお感じになりましたか？次回のご案内です。ナチスドイツに対抗したドイツの良心です。チャンネル登録とよろしければ高評価ボタン並びにコメントをいただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。